はい、こんにちは、吉田です。今日はですね、この間発表されたばかりのこちら、ペンタックス K3 Mark III をですね、触らせていただいたので、ちょっとその感想をですね、ちょっとお話ししたいなと思ってます。で、実際その触らせていただいて、ちょっと前にね、ペンタックスさんこんなカメラ作りませんかみたいなお話をちょっと動画にしてますけど、そこで言ったようなことがですね、もうこのカメラでいくつか入ってたんですよね。っていうのもあったので、ちょっとですね、うん、かなりですね、あの、嬉しくというか、気分的にかなり高揚して、もう、本当にね、やっぱペンタックスさんそれやるかっていう感じで、ほんだったらもっと思い切っていこうよっていう感じもあったんでね、そんなお話をしたいなと思います。はい。ペンタックス K3 Mark III、APS-C の、K3 の、新製品ということで、光学ビューファインダー作り続けますっていうペンタックスさんの宣言から、最初の新製品になりますよね。ペンタックスブランドの一眼レフとしては、そのね、話から出る最初のカメラっていう感じになるのかなと思うんですけど、前の動画で、ファインダー覗いて撮ろうぜっていうんだったら液晶モニターいらなくないというか、液晶モニターが動く必要なくないっていうお話したと思うんですけど、もうまさにですね、このカメラ、はい、固定式になってますね、液晶が。で、総じてですね、それのおかげなのかどうかわかんないですけど、その部分に関してもなんていうか、背面のゴテゴテ感はなくなってて、すっきりしてるし、えー基本的にですね、シンプル。ファインダーを除いて撮るのが前提。スチールの場合はそれが一番いいっていう感じに感じられるカメラですね。これね、何がいいってね、やっぱりどうしてもね、一眼レフでも液晶モニター見ながら撮るっていう方いらっしゃると思うんですけど、やっぱ構えた時に安定するのはファインダー覗いて撮る方ですよ。圧倒的にね。それもあって、やっぱり液晶固定でファインダー見て撮りましょうってしたのは正解じゃないかなと個人的には思ってますね。はい。で、機能的なところ、こういうの撮りたいんですけど、こういう設定できましたかとか、そういうのはですね、その触らせていただいたところは、他のお客さんもいらっしゃるところで15分っていうね、あの、時間制限がある形のイベントだったので、多分この、動画上げてからも多分まだ回としてはあったと思うんで、もしですね、東京、大阪に行ける方は、行かれたらいいと思うんですけど、15分間、縦繰りつけたりとか、好きなレンズに変えてもらったりとかして、感覚を確かめられるっていう感じのイベントだったので、そんなにね、なんというか、いろんなところ、いろんな被写体試せるとかそういうことではないんですけど、機能的にもね、メニュー画面で確認するとかいう感じではあるので、厳密にね、機能確認ができるかというとそこまでではないんですけど、それでもですね、触ってみて、APS-C 機で28万円は、確かに発表を聞いたときは高いなと思いました。私も高いなと思ったし、多くのユーザーの方も高いなと。で、ずっとペンタックス使ってるような方は、結構ポジティブに買い替えを検討できるかもしれないけれどもっていうのはあったと思うんですけど、そうじゃない人にはちょっとハードルは高いですよね。値段的なハードルが高いっていうのは今でも一応認識としては感じてますが、製品に対してこれ高いなとは実は思わなくなったんですね。その理由は何かっていうとね、ファインダーですよ。ファインダーがもうはっきり言って圧倒的ですね。あの
なんだろうな、デジタル一眼レフになってからこんなにいいファインダー見たことないっていうレベルのファインダーでした。いいファインダーって何かっていうと、端的に言って、見やすくて、かつ、マニュアルフォーカスがしやすい、フォーカスの位置が確認しやすいファインダーですね。APS-C なので 43mm じゃなくて 40mm 付けさせてもらったんですけど、もうね、ずっとマニュアルフォーカス使ってられる。AF 使わないでいける。AF 使わないでいけるカメラがデジタルの時代になって新製品で出てくるって思わなかったですよ。もうどんどん機械任せになって、なんかもうユーザーはこれやればいいよみたいな扱われ方するようなカメラしか出てこないんだろうなと正直言って思ってたら、やってくれましたね。本当にね、ペンタックスだからできることだと思います、これ。本当に。いやー、光学ファインダー作り続ける、光学ファインダー使いましょうっていうあの話は、伊達じゃなかったんだなと、みたいな風に感じられるファインダーでしたね。スペック的なことを言うと、ファインダー倍率 1.05 倍ですよ。私確か、その前ペンタックスさんこんなカメラ作りませんかって言った動画で、フルサイズでファインダー倍率 0.8 倍ぐらいにはなんとかしてっていうお話したと思うんですよ。APS-C だからできたことではあると思うんですけど、1.05 倍。素晴らしい。これは素晴らしい。それでただね、1.05 倍倍率が高くなっただけじゃないんですよ。一眼レフって、ファインダー覗くじゃないですか。こうやってね、ファインダーがありますと、ファインダー覗きますと、ファインダー覗いたときに、アイポイントの高さ、ペンタックスのスペック表ではアイレリーフ調って書いてあったと思います。アイレリーフ調、アイポイントって言ってるこれは何かっていうと、ファインダー光学系の最高端から目までの距離のことなんですね。で、基本的に、そこがですね、ある程度長くないと、例えば私もそうなんですけど、メガネをかけてる人は視野が蹴られてしまうんですね。そこを長めに取っておくことで、だから、逆にですね、短いとどうなるかっていうと、こうやってファインダー覗いてるときに、こうやって四隅を見るときに、こうやって覗き込むように、ちょっと位置変えながらこうやって確認しないといけなくなっちゃうんですよ。一回覗いたところで全部の視野を確認できる状態にならないっていうのがあって、そのアイレリーフ調、アイポイントの高さを確保してもらわないと、特にメガネの人には使いにくい。で、それと同時にファインダー倍率って高くすると、ここが難しくなるんですよね。ファインダー倍率高くすると、蹴られやすくなったりとかするので、多分そこがですね、かなりですね、大変だったんじゃないかなと思います。相当大変だったと思います。多分ですね、あらゆるメーカーのカメラの中で、今回のこの K3 Mark III のファインダーが一番苦労してると思います、多分。ファインダーの見えはすっごく良かったです。で、スクリーンもすっごく良くて、拡散性の高いファインダースクリーンっていうだけじゃないんだろうなと思うんですけど、具体的にどういうことやってるかちょっとわかんないんですけど、そのファインダースクリーンもすごくピントの山がつかみやすいファインダーで、いやー、良かったですね。あれはね、見やすかったですね。正直言うと、28万円は高いです。高い。高いんだけど、こんなのでなんで28万もするんだよっていう28万ではなくて、このファインダー積んだら28万はしょうがないかな。っていう感じの28万ですね。うん。ただそこでね、APS-C っていうフォーマットが邪魔をするんですよ。これでフルサイズだったらねって、このファインダーの出来でフルサイズ作ってくださいって言っちゃいましたもんね。
で、やっぱりそう思われてる方は私だけじゃなかったみたいですね。はい。もうね、なんというかですね、いやもうあのファインダーはあっぱれですよ。本当にすごい。あれはすごい。APS-C フラッグシップって呼んでいいカメラだと思いますね。うん、カメラだと思う。だから、個人的には K1M3 であのクラスのファインダーをフルサイズ機でも作ってほしい。倍率は1倍までいけないような気もします。フルサイズだと視野がでかくなるので、どうしてもペンタプリズムのサイズ感はもっとでかくなるので、カメラ自体がもっと頭でっかちにもっと重くなると思うんですね。だからまあそこは 0.8 倍から、でも今回のを見ると 0.9 倍ぐらいの感じで作ってよって欲を言いたくなるぐらいまであのファインダーは良かった。だって体験が終わってカメラを置いて帰ってきてまた覗きたくなるんですもん。久しぶりですよ、また覗きたくなるファインダー。いや、ほんとあれはね、貴重なファインダーですね。今の時代にあのファインダーを作ったのは本当にすごいと思いました。いや、ほんとすごいです。本当にすごい以外言いようがない。あのファインダーはぜひ一回覗いていただきたいですね。あれでこそ一眼レフを使う意味があるファインダーですね。うん。いや、本当にすごかったです。本当にあっぱれですね。ペンタックスさんやりましたね。ペンタックスさん、リコーさん、本当にやりました。素晴らしい。もうなんというかですね、もう本当に私がお伝えしたいとこそこです。もうそれだけ。必要なスペックがあるかどうかっていうのは、もうカタログが順次配られると思うんで、ウェブサイトにも情報載ると思うから、そういうところ、もう見ていただければいいと思うんですよ。極端なこと言うと。でもうそのファインダーがいいから、もう端的に言ってそれでもうほぼほぼあのカメラの価値は決まる。で、それに伴ってですね、今回操作系がすごく良かったっていうのは一つお伝えしたいかなと思います。あのいわゆる十字ボタンだけじゃなくて、まあね、ジョイスティック形状の、操作部材が追加されてて、まあ、それでフォーカスポイントを選べる感じになってるので、大変動かしやすい。で、良かったのがね、縦繰りですね。縦繰りが、そのですね、右手の操作部材がほぼほぼコピーされてるんですよ。十字ボタン以外。天面の3つボタンもあるし、当然背面の AF ボタン、AF オンボタンもあるんだけど、そのフォーカスセレクトに使われてる、そのスティックの部材もあるっていう感じなので、あれがね、ものすごい使いやすいですね。縦繰りの操作感が、縦繰りと思えない。だから、そこまでちゃんと縦位置シャッターの、使い勝手が、追求されてる。どうしてもやっぱりなんて言うんだろうな、縦位置を取るときの補助的な感じで、ね、縦位置グリップの、部材ってついてたりもしますけど、あれは本当にそうなってなかったので、大変使いやすいですね。で、高さの増し具合も、本当に適度というか最小限に収まってるなって感じで、やたら四角くて長いみたいな感じにならなかったのがすごくまあ使いやすい、握りやすい感じになってたのもあると思いますね。そういうところに影響してる部分もあると思います。で、縦位置グリップをつけて横に構えててもバランスの悪さをそんなに感じなかったので、非常にバランスのいいカメラに仕上がってるなと。なんとか機能があるとか、電子的にどういう、機能があるとか、
それこそ手ブレ補正が何段分だとか画素数がいくつだとか、そういう数値的なスペックっていうのは分かりやすいんですけど、実はその前に使い勝手が悪いと。もう端的に言うと、レンズをつけた時のグリップ感、グリップを握った時の握りやすさで、そうやって縦位置グリップとか、レンズをつけていって変えた時の、バランス感覚っていうのが悪いと、根本的に使い勝手が悪いカメラになるので、使ってる間がストレスなんですよね。で、そういうところに関する配慮は、K3 は特に今回の M3 改めて触って、ピカイチだなと思いましたね。K1 の縦繰りでもそこまでではなかった気がする。少なくとも操作部材はそこまで横位置とは揃ってる感じではなかったので、その横位置と縦位置の使い勝手の差の少なさは K3 M3、ぶっちぎりだと思いますね。良かったです。あれ。本当に良かった。縦繰りだったら使いたい。だから32万円ぐらいになりますか。縦繰り付き電池2個付きのセットで買うのもありだと思いますよ。で、ロゴ入りのカワーストラップ付きでしょ。で、電池2個も入ってるでしょ。で、場合によってはシルバーボディも選べるんでしょ。あれ、ありだと思いますね。端的に言って。ある程度、その望遠鏡のレンズも使うような人に関して言うと、もうあれを買っちゃうのはありなんじゃないかなって気がする。あれはね、良かったな。一眼レフ、本当にファインダーだったら一眼レフを使う意味がある。確実にある。いや、当然ね、その EOS5D 系とか、ニコンの D850、780、D6 とかに一眼レフを使う意味がないって言ってるんじゃないんですけど、ただね、ファインダーは本当に絶品で、言っちゃいましたもん。MZS とかが売ってた、それこそ銀塩一眼レフ末期の時代の、それこそ MZS とか、あと α9 とかもあった、それこそニコンキャノンのスピード競争とは違うところに生きてるメーカーさんはやっぱり使い勝手を追求してそれでいいファインダーを載せるっていうところに行っていた、その時代を思い出しますねって言ったらペンタックスの人もそんな時もありましたねぐらいの感じでちょっと懐かしい感じになるぐらいの感じでいやあれはね本当にねファインダーの良さっていうのはいいっすねそれこそその時代にいいカメラっていうかカメラを仮に買おうとしたら何を優先するかって言ったら個人的にはねやっぱり使い心地というか使い勝手というかそういう部分を優先することを、お勧めしてたんですよね。でそれを考えると、やっぱりファインダーってカメラ使ってる時に一番撮影者が使うところなんですよ。でそこでストレスがあると本当に使いにくい、ピントの山が使いにくいとかピントの山がつかみにくいとか、いろんなことがあると、すごく使いにくいカメラになるんですよね。その中でもそういう意味で今回の K3 M3 はぶっちぎりでした。もう本当にねあっぱれですね。で今回のその K3 M3 の発売でリコーイメージングの中のペンタックスっていうブランドは確実にですね、いわゆる今のデジタルカメラのマーケットの中である一つの、ポジションは気づいたというかその気づくための、取っかかりは掴んでる気がします。あえての、一眼レフを作り続けますって言ったことの意図が
理解される。だから、いや、そんなことやったってペンタックスのシェア上がんないよとか、そんな話はどうでもいいんですよ。ペンタックスはあれでシェアが取れると思ってやってないんですよ。だけど、少なくとも今いるお客さんが、使い続ける上で何が必要なのかっていう部分と、あえてペンタックスに興味を持つ人に対して何が提供できるのかをちゃんと考えた結果、あのカメラを作ってると思うんで、ペンタックスさんは。やっぱりペンタックスのそのカメラのマーケットの中での、要するにラインナップの中での他社と並んで、いろんなカメラがある中でのペンタックスの立ち位置は、いいものを掴んだなと思いますね。うん。あの感じをすごく大事にして進んでもらいたいなって、そんなことは分かってると思うんですけど、思いますね。それで最近のペンタックスさんはレンズもいいですからね。これでね、あのファインダーでね、あのレンズ、いいレンズ使ったらね、すっごい幸せだと思いますね。だからやっぱりよりね、思いました。もう本当にだから前回 0.8 倍ぐらいでなんとかって言ったけど、もうそんなこと言わない。0.9 倍ぐらいのフルサイズのちゃんとペンタプリズムのファインダー作って、メガネかけてる人にもやっぱり優しいアイポイントの高さを確保しながら、やっぱりあのファインダーの倍率維持しながらアイポイント高くするのすごい苦労されたらしいです。やっぱりペンタックスの方もおっしゃってましたけど、やっぱりすごく苦労されたみたいです。もう本当になんというかですね、もうあのファインダー覗いただけで興奮するんですよ。なかなかね、ミラーレスカメラっていうのが出てきて、そこから写真始めたっていう方もいらっしゃるだろうから、そんなこと言われてもよくわかんないんだよねっていう方もいらっしゃると思うんですけど、あのファインダーは本当にすごいファインダーです。極端なこと言ったらもう本当に、もしですね、覗く機会があったら、これがいいかどうかは、いいか悪いか私にはわからないんですよっていうんではなくて、あのファインダーの見えと、フォーカスとデフォーカスの、遷移の仕方っていうのが、これがある意味いいファインダーのベンチマークなんだと思っといてください。もうそれで記憶してください。あれに対してちょっとストレスがあるなって思ったやつは全部ダメな方。使いにくいファインダーって言って正直言うといいです。うん。それぐらいに思っといていいと思いますね。うん。確実にあれはね、ベンチマークにしていいファインダーですね。あのファインダーを出しちゃったので、フルサイズのファインダーが悪くできなくなっちゃった分だけ大変ですねっていう感じですね。0.9 倍でって言ったところで、いや、フルサイズでも1倍やるよって言ってくれたら最高ですね。最高すぎる。いや、もうね、もうファインダーだけでこんだけ喋れるぐらい本当に良かったんですって。本当にいいんですよ。もううるさいですよね、本当にいいって。で、やっぱり実際そのファインダーの、ね、なんというか、ファインダー枠を背面液晶よりも出るようにして鼻当たりづらくしましたとか言ってますけど、端的に言ってですね、あれだったら、富士の X プロ3ぐらいのことやっても許されると思いますよ。背面液晶を、廃止というか、隠すのをデフォルトにする X プロ3みたいな構造にしちゃって、もう基本的に光学ファインダーだけ見るようにしちゃって、で、手ブレ補正もなし、動画もいらない。で、完全にだからリジッドのセンサーと、リジッドの液晶、折り返せるぐらいの液晶にして、折り返すので、分厚くなるんであれば、もう液晶出ててもいいですけど、タッチパネルいらないです。
タッチパネルなしでもいいな。で、本当にいいファインダーを載せたフルサイズのカメラが出たら 43mm と一緒に使ってみたいですよね。本当にね、なんだろうな、現代のマニュアルフォーカスができる一眼レフカメラってすっごい貴重だから、もうそれだけでね、存在価値がある。もうそのファインダーを載せてるだけで存在価値がある。ファインダーってそれぐらい重要なパートですよ。本当に。いや、興奮するわ。なんかそんなカメラ出てきたら。いや、だってね、申し訳ないけど、うん、うん。810もダメじゃないんだけど、そのフォーカスの立ち上がり具合は K3 マーク3の方が見やすかったな。うん。っていう気がするな。うん。ダメじゃないんですよ。ダメじゃないんだけどね。なんというか、面白いのは、そのフォーカスのその動き方、その見え具合とね、これあくまで印象の話ですよ。まあ大体普通のファインダーってグーってピントが合っていくように見えて、ピントがあったところがあったらそこからまたなだらかにボケていくみたいな感じするんですけど、マニュアルフォーカスがしやすいファインダーってどっかからそのグーってくるんですけど、グーって上がってった先にクッてそのピントが合うところにスッて吸い寄せられる感じがあるんですよね。吸い寄せられてそこからまたストーンと落ちていく感じがあったりとかして、なんかですね、そのスッっていうその合わせたところで止めておくと、止めた後であえて AF を動かすと、結局見てるところと AF ポイントがちゃんと同じであればね、同じぐらいの見え具合に戻ったりとかするんですよ。それぐらい合わせやすいんですけど、合わせやすかったですね、あのファインダーはね。本当に良かったですよ、あれ。うん。あの感じでフルサイズ一眼レフ欲しいですね。だから、その時もだからペンタックスの方にもお話ししましたけど、それぐらいのいいファインダーのフルサイズ機で 43mm だけつけて歩くことをやりたい。それができたらすごい幸せだなって思います。うん、思う。いや、ぶっちゃけたこと言うと K3 と 40mm でも結構いいかなって思いますもん。その K3 Mark III とね、40mm でも結構いいんじゃないかなっていう気がします。うん。気がしますけど、どうせだったらそこまで行くんだったらフルサイズ欲しいな。うん。で、頑張ってほしいな。フルサイズのレンズでいいやつも作ってる。APS-C 用のレンズでもね、いいの作ってるんですけど、うん。だから、背面液晶は固定式にして、タッチパネル、まあ、ついててもいいですよ。だから、今回の K3 Mark III と同じ内容、同じ内容で、基本的に、なんていうんですかね、ボディ内手ブレ補正も積んでる。で、まあ、ライブビューもできて動画も撮れるっていうようなところは踏襲しながら、そのいいファインダーを載せて、K3 じゃなくて K1、Mark III を作って、で、できることなら、そのボディ内手ブレ補正取っ払って、もっと、もう動画機能もなくていいから、まあ、せめてだな、ミラーアップ撮影は、まあ、できてほしいですけど、まあ、できないことはないと思うんですけど、今時の電子制御のカメラで。で、ミラーアップだけはまあできるようにしといて、っていう感じで、基本的にイソサ AF の、まあ、廉価版 AF 一眼レフを作ってほしいかな。だ K1M3 に関して言うと、まあ、ね、あの、今回の K3、まあ、28万円よりも高くはなると思うんです。うん。だ K1
当然ね。で、そっちの今度安いリジッドセンサー、リジッドモニターの安いカメラに関しては、ファインダーのみを特化したカメラに関してはもう少しリーズナブルに出していただけると、それこそですね、美大系の学生さんとか、要するに写真を勉強している若い方が使うベンチマークみたいな機種になるんじゃないかなと思います。ニコンが FM10 をまだラインナップに残してた時に結構いたんですよね。結構今なんか写真やってる学生さん FM10 買うらしいねとかね。昔はそれこそ写真部の学生さんっつったらね、キヤノンの AE1 っていうマニュアルの一眼レフカメラ、リーズナブルで、買いやすいから、使われる方が非常に多かったんですけど、あれを使うっていうのがね、なんか一つのベンチマークになってたんですけど、もしペンタックスがその K1 ベースでそれぐらいのいいファインダーのカメラを作れたら、基本的にそういうカメラとして勉強するためのカメラとしてもある一定のポジションは取れるんじゃないかなって思いますね。そっから先行こうとしたらいいカメラたくさんありますよ。うん。EOS の R5 だっていいし、それこそ α7、α9、α1 だっていいし、Z6、Z7 もいいんですよ。いいんだけど、そのレンズを通った生の光で見られるっていうのと、そのフォーカスの立ち上がりっていうのを、画像処理を介してではなくて、そのレンズの動きに対してリニアに見られるっていうことで、これは何ていうか考え方いろいろあると思うんですけど、露出が変動しない、カメラ内で一応撮る前に、露出見られちゃうので、見られるように設定できたりとかもするので、ミラーレスカメラの場合には。それが便利といえば便利なんですが、その都度その都度確認して合わせようっていう風にやることで、まあ、変な話、失敗しないっていうことってあるんですよね。で、失敗しないんだったらいいじゃんって思われる方もあるかもしれないですけど、やっぱり失敗して、勉強するっていう部分がやっぱりあるのと、こういう風にしたらこれぐらいの結果になるだろうなっていう予測が立てられることっていうのは、やっぱり取っていく上で大事なことなんですよね。で、ある意味では強制的にその環境に自分を、陥れるために、基本的にファインダーの中で露出が見られないミラーレスカメラじゃなくて一眼レフカメラを使う。そういう環境を作るために一眼レフカメラを使うっていうのは方法論としてはあり得るんですよ。だから、一眼レフカメラがいずれにしても、古い発想はダサいカメラっていうような、考え方をする必要は本当になくて、ミラーレスカメラだからできることはたくさんあります。前からちょっと言ってますけど、ニコンの Z は多分レンズ設計で頑張ってるカメラだと思います。だから、フランジバックが短くなったことでレンズ設計の自由度が上がって、レンズとしていいことができるようになったっていう側面は実際あると思います。で、システム全体がコンパクトになって、取り回しが良くなったっていうこともあると思います。だからそういうメリットはありつつ、そういうのが撮影環境に与える、ポジティブな側面もありつつなんですが、例えばそれこそ学生さんとかが、使っていくっていう部分では、そうじゃない要素っていうのもあっていいんじゃないかな、っていうふうに思います。はい。っていう感じでですね、やっぱり、なんというか、写真を撮るって何ぞやっていう部分に改めて目を向けさせてくれるカメラですね。ペンタックスはやっぱりそういうのを作れる土壌を作りましたね。っていうふうに感じました。これはなかなかね、熱いカメラですよ。相当熱いカメラですよ。大事だと思います。どうしても今までのところだと、やっぱり、
写真のコーデック自体も H.265 になって、やっぱり10ビットができるようになって、ファイル形式も HEIF に対応してますっていうのは、もうソニーとキヤノンがやってるわけですよ。で、連写だって、それこそ、電子シャッターとして考えれば、ある意味では動画ってもう秒間60コマ撮ってるわけですよ。4K60p が撮れるっていうことは、秒間60コマで800万画素の連写ができるってことなんですよね。だそういうことを考えるとですね、そういうことを考えていくと、どんどんですね、写真っていうものが動画の介護官になっちゃうなっていうのを実を言うと感じていて、じゃああえての写真を撮るってなんか知んないけど1枚しか撮れないじゃん、60枚撮れないじゃん、なんでその1枚しか撮らないのっていうところのその1枚の意味っていうのをもう一回考えようとか、その1枚をちゃんと作ろうとか、その1枚を撮ろうと思うときに、いいカメラをなんかもしかしたらペンタックスさんこれから作ってくれるかもしれないなってすごく思ってます。だから別にそのハードとしての、なんていうか動画との共用っていうのが進むっていうのもそうだと思うし、ファイルとか、データの取り扱いとして、動画と同じようなところを使うっていうのはあえてあるかもしれないですけど、その道具としての出来っていうところ、道具としての作り込みっていうところが写真だけとして考えたらどういうことができるのっていうところをある意味では道として切り開いたのはもしかしたらペンタックスさんかもしれないですね、この時代において。だからそういう意味で、その写真っていうところの使い勝手っていうところには、だからリコーさんはペンタックスっていうブランドを使ってなんかアプローチしていただきたいなっていう気が今してます。はい。リコーっていうブランド全体で見たらね、シータだって作ってるわけですよ。でやっぱりその前に高解像はそれこそ VR とかやっていくと高解像ってどんどん必要になるよねっていう話もしましたけど、そういう方向っていうのは確実にあるんですよね。だその中でのあえての、写真1枚、その目の前にある1枚のフレームっていうのが何なのかっていうのを考えさせてくれるカメラに、なるんじゃないかな、これからのペンタックスのカメラは。そういう意味ですごく期待したいと思います。はい。すごくダラダラと長い話になってしまいましたけれども、それぐらい興奮してますということなんです。ご勘弁ください。はい。というわけでね、いいカメラでしたよ。本当に。だこれがね、レンジファインダーだとするとまた違うんですよね。そしたらライカ使えって話になるんですけど、レンジファインダーはレンジファインダーで、今度あれレンズが通った像を見らんないですから、ファインダー覗いても。あれはまた違う写真体験に本当はなるんですよね。いやー、でね、スーパーワイドから、望遠まで使える、そのレンズが通った光をね、見られるっていうところを考えると、一眼レフだからできる部分っていうのはあるよねっていう話で。そう、本当に大きいレンズつけてもバランス悪くならないんですごいいいカメラだったなと思います。そういう意味で K3M3 とね、あとはリコーイメージングさんとその中の、ブランドとしてのペンタックスさんが、これからまたどんどんある意味では写真っていうところを見直す機会になるようなカメラを作ってなんか我々に見せてくれると嬉しいなと思いました。はい。そんなわけでですね、ちょっと 43mm の話から、ちょっとなんかペンタックスの話が何回か続きましたけど、ちょっとまた何かの機会があればですね、ペンタックスはちょっとテーマ的に取り上げたいと思います。はい。いやなかなかでしたよ。やっぱりこれからちょっと注目していかなきゃいけないですね、ペンタックスは。はい。というわけで今日はそんなところで、失礼します。はい。なかなかだんだん
各メーカーのキャラクターが見えてくる感じで、面白くなってきましたね。そんなね、なんかうまいこと各メーカーが各メーカーのキャラクターを生かしてなんかカメラを作っていただけるといいのかなと思います。はい。というわけで今日はこれぐらいで失礼します。長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。はい。それではこれで失礼します。